はい、皆さん、こんにちは。なぎこです。どうも、お久しぶりでございます。今日は前髪を上げてお届けしております。もうね、あれなんですよ。眉毛の5ミリぐらいかな。眉上5ミリぐらいのところに前髪が来るとですね、ちょっと気合が入らないので、もう潔くおでこを出すようにしています。はい。で、ちょっとお久しぶりになってしまったので、Vlog どうしようかなといろいろ考えていたんですが、今回は、最近ここ1、2ヶ月ぐらいで、このアトリエなど身の回りに新たに取り入れたものなどをご紹介していけたらと考えております。なんか、ポッドキャストみたいな感覚で聞いていただけましたら幸いです。じゃあ早速ですが、一つ目、もうここに置いてあるんですが、これ、じゃーん。さて、これは何でしょうか。これ、じょうろです。こうか。はい、じょうろなんです。イデヤコさんの、なんだっけな、商品名を少し失念してしまいましたが、イデヤコさんのじょうろです。こんなに薄いんですよ。4センチだったかな。で、このサイズ感で1リットルしっかりお水は入ります。で、ちょっとじょうろはですね、私、邪魔なので買いたくなかったんですね。なのでもうずっとじょうろなし生活を送りつつ観葉植物とお付き合いをしてきたんですが、やっぱりじょうろ使わないと、水やった時に土の上にムラができちゃうというか、なんか結構それが気になっていたのもあり、いろいろ改めて探してみたところ、こんな製品を発見したので、購入してみたのですが、非常に気に入っております。薄いので、本棚とかにシュッと置いといても気にならないですし、非常にコンパクトです。で、この後ろのエバーフレッシュちゃんがすっかり元気になったんですが、この子にお水をやるために使っております。この何号だっけな ?8 号かな ?8 号サイズの確か、植木鉢ですけど、これ1杯で1リットル、ちょうど1リットルぐらい毎回お水あげてます。はい。すごい気に入っておすすめです。色は白以外もあったと思います。しょっぱなから余談になっちゃうんですが、エバーフレッシュすっかり元気になりまして、1ヶ月と少しぐらい前に一度思いっきり剪定したんですね。ほとんど丸裸になるぐらい剪定してみたんですが、ニョキニョキと成長して新芽を出しまして、今となっては元の姿より元気なのではというぐらい復活しました。土の根元にはですね、水のやりすぎを防止するために、サスティっていう水やりチェッカーを挿してあります。これで安心。お次はですね、これ、ビルケンシュトックのアリゾナ EVA だったかな。これエッグシェルっていうカラーです。エッグシェルってぐらいなんで卵の殻みたいな少し優しいホワイト。私がすごく好きな白です。これを最近春になってからですね、ルームシューズとしてアトリエで履いてます。暖かくなってきて春夏用のルームシューズを探してたんですが、そんな時に友人のフォトグラファーの、ミトグラフさんがビルケンをルームシューズにするのがとてもおすすめだということで教えてくれたので、ちょうど可愛い色もあったんでこれを買ってみました。快適に過ごせております。足の疲れる靴とか履いて外出た後にここ帰ってきてこれ履くとリカバリーサンダルみたいな感覚で癒されます。はい。
見た目も可愛いし、あとカラーもいろいろあるので、お好みに合わせていいんじゃないでしょうか。ご紹介させていただくもののジャンルはもうぐちゃぐちゃです。次、これ。じゃーん。ちょっとちっちゃくてわかんないかな。アロンアルファ光。最近私、本屋さんの有林堂がやってる有林堂しか知らない世界っていう YouTube チャンネルにめっちゃハマってるんですが、そこで見かけて知った製品です。これはめっちゃいい。すごい楽しいです。何が光かというとですね、こういうですね、この LED のライトがついてまして、こんな感じで LED のライトなんですが、これを当てることによって、このアロンアルファは硬化するんです。すごいでしょ？ジェルネイルみたいな感じ。で、しかも10秒とかで硬化します。で、さらにくっつけたところが白くならないんですよ。瞬間接着剤ってはみ出すとちょっと白っぽくなっちゃうと思うんですけど、白くならない。透明になるんですよ。もうね、これ楽しすぎて、いろんなものをくっつけたくて今たまらないです。私。ですごく良かったのは、これ長年愛用しているボールペンなんですけど、ここのね、後ろのキャップが割れちゃってですね、何度か接着剤でくっつけたんですけど、何回もやっぱ割れちゃうんですね、同じとこから。で、今回、アロンアルファ光で改めてくっつけてみたんですが、バッチリくっつけました。普通の接着剤とちょっと違って、ジェルネイルみたいな感じで少しね、漏れるんですよね。なので、こういう何度も割れやすい部分とかにも、少しだけ盛る感覚で接着してあげると、バッチリっていう。接着剤にしては高いんですが、すごく気に入ってます。もっといろんなものをくっつけたい。次はですね、これにしようかな。銀彩のマグカップです。大分で作陶されてる、国崎形工房さんの作品です。これはですね、ゴールデンウィークに暴露横山にあるモノグラフっていう写真家の上田家さんたちがやってるギャラリーショップで児玉真由美さんが写真展やってて、そこに行った時におすすめされたギャラリーで購入したマグカップです。銀彩ってちょっとストイックなイメージが私はあったんですが、このマグカップはフォルムも柔らかくて、口当たりもとっても柔らかくて、銀彩なのに優しい雰囲気があってすごく気に入ってます。これで毎日コーヒーを飲んでおります。ずっとマグカップ探してたのですごい嬉しい。とても気に入ってます。で、もう一つ。テーブルウェア系で。こちらはですね、マルグラスさんっていう作家さんの作品で、こちらもゴールデンウィークに伺った、私友人たちがやってるキネマトグラフっていう、ヴィンテージマーケットなんですけど、ちょこちょこいろんなところで開催されていて、先日は調布にある、総合記念館っていうところでやっていたんですが、そちらに、マルグラスさんが出展されてて、とっても可愛い、この素朴な形に一目惚れして連れて帰ってきました。これは一輪挿しとかにしてます。置物としても可愛い。マルグラスさんの作品はまた他にも片口を持ってるんですが、これで2つ目。可愛いですね。あと、ヘレティックパルファムのダーティーグラスっていう香水です。これは去年か一昨年に1本買って、めちゃくちゃ気に入ってですね、2本目を購入しました。1本使い切るって結構珍しいんですけど、私は。ダーティーグラスの名の通りですね、この香りは、ちょっと湿度の感じるジメッとした草の香り。ほんと他にない香りだなって思います。とても気に入って、よくこれ使ってますね。
あと最近この 10ml かな。小さいサイズの香水よくラインナップに入れてる香水ブランドさんが多いのはすごい嬉しいなと個人的には思いますね。これ以上大きいと私ほんと大体使い切れないので、中身変質してきちゃってるのが気になってこう処分しちゃうこと多いんですけど、10ml だと使い切れるので、このサイズで買われるのもすごくおすすめです。ノーズショップさんで扱ってます。で、次。こちら。ショックスさんの、オープンドッツ1です。カパ？これあれです。耳を塞がないタイプのイヤホンです。ちょっと不思議な形をしております。これはですね、先日、ガジェタッチさんの YouTube ライブで、クラウドファンディングの締め切りをこう盛り上げるっていう終了直前ライブみたいな企画がありまして、それに呼んでいただいて、その時初めて触ったんですけど、これがね、すごい私がタイムリーに探していたカテゴリーの商品で。なぜならば、私朝ですね、髪乾かしたりとか、顔洗ったりとか、家事とかをしながらですね、イヤホンして、コンテンツを摂取してるんですね。ニュース見たりとか、天気予報見たりとか、YouTube で。その時、やっぱり、周りの音が聞こえないとちょっと怖い部分もあるので、耳を塞がないタイプのイヤホンが必須なんですよね。で、これまでは、ソニーのリンクバッツをずっと愛用してたんですけど、リンクバッツももうだいぶ古くなってきてしまって、で、バッテリーは持たなくなってくるし、イヤーピース、シリコンのものがちぎれてしまっているしっていうところで、代わりになるものを探さなきゃなっていうのを思っていたんですが、あんまりひらめくものがなくて、で、これですよ。YouTube ライブ出演させていただいたってことで、色違いのブラックをですね、送っていただいたんですけれども、うちの夫がですね、この色、グレーをですね、クラウドファンディングで駆け込みで買ってまして、送っていただいたブラックと交換してもらって、私はこのグレーを使ってます。つけると、こんな感じです。こう人によって装着した時にしっくりくる位置が違うみたいなんですけど、ガジェタッチ出た時みんなしてたんですけど、結構ね、なんかもうこの辺になる人とかもいて、あとこの辺とかね。私はここ。一番耳の際っていうか一番下の方がしっくりきます。耳たぶをこうイヤカフみたいにこう挟むタイプではあるんですけど、こうすごく柔らかいですし、ギュッと締め付ける感じがないので、装着感はとても軽やかで良い感じです。で、こっちにはみ出してこないから顔とかここまで洗っても濡れたりもしないし、落としたりもしないし、髪の毛こうやってかき上げたりとかしても、ここに何もないから落ちる心配もない。で、さらに音もなかなかいいですね。このオープンドッツ1については、シュプールの連載の方で、書こうかなと思ってるので、ちょっとそちらで詳しくは記事に書ければと思っておりますので、お楽しみにということで、耳を塞がないタイプのね、イヤホンお探しの方は、これすごくおすすめです。あ、これもあった。これもすごくお気に入りです。逆さまになっているブラウンのマスコットキーホルダー。可愛くないですか？これもともと逆さまなんですよ。デザインした人を称賛したい。なんで逆さまにしようと思ったんだろうっていう。可愛すぎですね。はい、そんな感じで、最近アトリエなど身の回りに迎えたお気に入りたちでございました。なんかまだあるような気もするんだけれども、なんかあったらまた Vlog の中でご紹介しようと思います。そうだ、で、ちょっと動画がこれは時間がなくて撮れなかったんですけど、先日、昨今話題になっている富士フイルムのX ハーフをお借りして
週間か使わせていただいたんですけど、いやーめちゃくちゃ面白いカメラでした。詳しくはですね、私のシュプーの連載の方でレビューを書かせていただいたので、ぜひそちらでご覧いただけたら嬉しいです。いやー、買おうかちょっと迷うな、ほんと。買いたくても買えるのかがちょっと謎ですけども、今までなかったカテゴリーのカメラだなって思いました。というわけで今回はこちらで終わりとさせていただきます。ここまで、見てくださってありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録といいね、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。